重要文化財小袖白綾地秋草模様。江戸時代を代表する絵師尾形光琳の直筆の作品で、菊、萩、桔梗、ススキといった秋の草花が巧みな筆致で描かれています。上半身には愛の濃淡で描かれた桔梗の花村が広がり、腰から下には菊や萩が咲き乱れるようです。京都出身の光琳が寄宿した江戸深川の材木問屋冬木家の婦人のために描いたと言われていることから、冬木小袖という名称でも親しまれる名品です。しかし制作から300年、経年などによる劣化が進み、汚れや糸の断裂が目立っていました。また前回の修理で施されたとみられる傷んだ表地を補強するための補修糸の縫い目は、光琳の筆使いを干渉する妨げとなっていました。放っておけばますます傷んでしまう状態にある冬木小袖を未来へつなぎたい、その思いから作品の本格修理費を募るプロジェクトが東京国立博物館と文化財活用センターの共同で立ち上げられました。そして寄せられた1600万円を超えるご寄付により、冬木小袖の修理が実現したのです。多くの方のご支援で実現した冬木小袖令和の大修理を振り返ります。重要文化財小袖白綾地秋草模様、通称冬木小袖。こちらの修理が約2年3ヶ月の期間をもってようやく完成して当館に戻ってまいりました。この冬木小袖修理プロジェクトは、東京国立博物館と文化財活用センターが共同して皆さんの寄付を募って実現されたものです。この場をお借りいたしまして、ご寄付をいただきました皆様に心より御礼申し上げます。この冬木小袖は明治10年に当館に入ってまいりました。当館に入った当初は大変傷んだ状態で、参りました。こちらを、ご覧ください。見ていただきますと、今は修理されて移行にかかっておりますけれども、もともとはこちらの元の切れの部分がほとんどない状態で、しかもこちらは裏と表がついて今小袖の形になっておりますけれども、当初は裏地もない状態で入ってまいりました。移行にもかけられないボロボロの状態で入ってまいりましたので、当館で展示をするためにおそらく戦後間もなくに修理をしたものと考えられます。当時はその修理で良かったんですけれども、昔の修理ですから、その修理の意図が作品そのものに負担をかけて、だんだんそこから傷んでくるというような状況がございました。そういったこともございまして、今回新たにこの令和の修理プロジェクトを立ち上げさせていただくことになりました。この修理に実際に携わってくださった株式会社松鶴堂の皆さんが本当に心を尽くして手を尽くしてくださったこの修理をこれからご紹介したいと思います。2021年3月、京都の修理工房で冬木小袖に関する初めての修理監督が行われました。修理監督とは、修理に関わる関係者が集まり、その方針を協議する場。修理の節目節目で文化財の状態を確認しながら、最適な修理方法を話し合います。こちらは表地の損傷状態を詳細にスケッチしたもの。赤く塗りつぶされているのが
縦糸が欠損した部分で広範囲にわたって損傷していることがわかります。こうした事前調査を行いながら、一箇所一箇所修理が必要な部分の確認が行われました。修理のための解体作業は2ヶ月ほどかけて慎重に進められました。この日は最後の解体作業。左袖の表地と裏地が取り外されます。仕立ての糸を一目一目切って解体していきます。作業工程を整理していたことでスムーズに解体が進みます。作業後の表地を見ると、ほどいた糸がついたままになっています。これは修理が終わって再び仕立て直す際、新しい穴を開けて生地に負担をかけることのないよう、元の針穴の位置がわかるようにあえて残しているのです。弱ってしまった表地には裏から補強のための切れを当て、糸で繕います。切れをすくうように針を入れ、余分な力がかからないよう細心の注意を払って作業が進められます。新しい補修糸は検討を重ね、作品に違和感なく馴染む色を数種類選び、これを部位ごとに使い分けることとしました。これにより弱った部分の補強をしつつ、よりクリアに絵画表現を鑑賞できるようになったのです。また今回の解体作業の中で、裾の縫い代部分に絵が隠れていたことが分かりました。裾のラインを変えて絵を見せることも検討されましたが、作品に負担をかけることが分かり、裾のラインは変えない判断が取られました。修理前の冬木こそでは、損傷の著しい表地に対して裏地の織りが強く、表地にさらに負担をかけていることが懸念されていました。そこで今回の修理では裏地を新調し、仕立て直すことになりました。表地の傷み具合や修理後の展示方法に合わせて、その薄さや風合いを検討。冬木こそでの裏地のために、糸繰りから織り、染めまで手作業で行われました。表地の補修が終わり、いよいよ修理のために解体された冬木こそでを元の着物の形へ仕立てていきます。こちらは襟をつける作業の様子。どうしても手で持ち上げながら縫っていく必要があるため、修理の中で一番作品への負荷がかかる作業です。慎重に糸を引きながら一針一針進んでいきます。時折作業の手を止めて紙を当てながら何かを確認しています。これは古い糸が通っている針穴を紙に書いて記録したもの。こうして紙を着物に当て、記録写真だけではわからない針穴や糸の渡り方を確認しているのです。古い穴と穴をたどりつつ、新しい仕立て糸が入り、古い糸を外しながら仕立て作業は進められました。こうして
2年3ヶ月の修理を終えて、冬木小袖が当館に戻ってまいりました。まずこちらをご覧ください。見ていただきますと、修理前とちょっと印象が変わっている部分があるのがお分かりになるかと思います。特に大きく変わりましたのが、こちらの袖口のくりの部分と、それから裾にちらっと見えております赤い絹の部分です。こちらは実は当時の浮世絵などを参考にして、このような形にさせていただきました。袖口の部分には黒い朱筋の切れがかかってございます。これは実は当時の女性たちの流行の一つとして、袖の周囲にこういった黒い切れをつけるということが、おしゃれとして流行っておりました。そういった、ことが浮世絵などから多数、見ることができましたので、このような修理をさせていただきました。また裾の方にありますこの赤い絹なんですけれども、実は、この絹はこうやって、めくってみますと、裏地全体にかかっているものです。その裏地を、ちらっと見せるというのが当時の、裾の、仕立ての仕方なんですけれども、実はこの紅で染めた絹というのがやはり当時の女性の一般的な小袖の仕立てとしてありました。紅で染めた裏地をつけることで女性の体を温める、そういう役割があったと考えられております。次に修理をもっとじっくり見ていきたいと思います。こちらの方に細かく入っております縫い目ですね。こちらが元の修理になります。ちょっと太い糸でザクザクと刺してありますので、どうしても目立つような、そんな修理でした。実はこのような修理がこの白い生地の部分だけではなくて、こちらの絵の部分にもたくさん入ってございました。そのために尾形光琳が描いた絵を損なうような、そういった修理になっておりました。できる限り光琳が描いた筆致、そういったものがよく見えるようにということを私たちは検討させていただきました。そして、なかなかこの太い糸を取るのも大変だったんですけれども、できるだけ取りまして、おかげさまでこの墨の黒い筆致、非常によく見えるようになりました。またこちらの気胸の部分ももともとは同じように太い糸で修理が施されていましたが、その糸もできる限り除去をいたしまして、気胸の色、ぼんやりとした柔らかい色合い、そういったものが見えるように新たな糸を入れて修理をいたしました。こうして、こういったような形で冬小袖戻ってまいりました。100年200年末永く後世に伝えよう、そういう思いでこの冬木小袖修理プロジェクトは進められてまいりました。これからも長く未来につなげていきたいと私たちは考えております。改めましてこの修理プロジェクトにご協力いただきました皆様に心より御礼申し上げます。ぜひこの蘇った冬木小袖、展示室でご覧いただければと思います。